明太子が食べたい。本日ですね、朝、そんな早くないです。今11時半。家出まして、今、西宮名塩あたりを走ってます。これからね、明太パークとやらに行きたいと思っております。なんか知らないですけどね、私昔明太子食べれなかったのに、なんか30歳になるあたりから突然明太子にドハマりしまして、こんなうまかったんや明太子ってなったんですよね。ほんでまあこんな家の近くっていうか、まあ1時間以上走りますけど、近くに明太パークがあるという情報をキャッチしまして、俺は行っとこうと。ほんでついでに、すごい U カーブ急に来るよ。これは怖っ、いきなり怖っ。マップ見てなかったら焦るよこれ。急に峠始まったうわやばい、これ怖すぎる怖すぎるよ。でっかい車がカーブしてきたら終わるで。どういうことすごい道来ちゃった。さっき何の話してたっけ。そう明太パークの近くに、もうすぐ隣に神戸サンダプレミアムアウトレットがあるので、そこもちょっとブラブラしたいなと思っております。一回行ったことあるんですけどね、免許取り立てぐらいの時に乗って行った記憶があります。今日気温13度とかで最低1桁台なんですよね。で結構寒くて、もうすでにお昼は太陽あるからあったかいかなと思ってたけど、全然あったかくない。なんならちょっと震えるレベルで寒いです。今このモコモコの下にウルトラライトダウン着てますけど、それでも寒いですね。で最近ワークマンで冬用のグローブ買ったんですけど、朝ちょっと試しでつけてみたんですね。そしたら誠に申し上げにくいんですが、ウインカーが触れなかったです。なんかね、半クラしながらこうウインカー出す時とかあるんですけど、それがまず届かない家出てすぐに左折するんですけど、そのウインカーに手が届かずやばいと思って手前で止まって、すぐにいつものスタイルに戻しました。インナーグローブと春夏用のメッシュグローブの組み合わせ空気貫通スタイルです。インナーグローブあるとはいえ、やはりね寒いです。どうしたもんかね。やっぱこう指の関節を自由に動かせる感じになってないときついんですよね。ワークマンのグローブね、指先のフィット感は抜群だったんですけど、やっぱり厚みとか温かさとか重視してるから、指の関節の動きはあんまり良くなかったんですよ。で特に親指言うてたらワークマンがあった。すいませんワークマンさん。後でもう一回チャレンジしたいけど、どっか安全なでかい駐車場とかでぐるぐる回りながら検証したい。さすがにあんな一瞬でダメだって言いたくない。私の冬の命がかかってるから。角一さん、インスタでフォローさせていただいてるんですけど、ガレージとかをね販売してる会社で、ちょっとね好みなんですよね、そのガレージの雰囲気がいつかガレージハウスを持つっていうのが私夢なので、角一さんみたいなデザインの紺色の四角いガレージを作りたいんです。あと秘宝なんですけど、とうとう一足に入らなくなりました、ギアが。多分クラッチケーブルとかそのクラッチの調整の問題だと思うんですけど、もう N から下に全く入らなくなっちゃって、クラッチ切ってても。だから今ニュートラルまでしか入れられなくて、発進するときは2速で発進してます。困った。でもね、再来週
法廷2年点検の予約レッドバロンさんでしたので、そこで見てもらえたらなと思います。なんか自分で原因探っていじってみてもいいかなと思ったんですけど、私、ズブの素人なので、余計なことして全部のギア入らなくなるとかなったら嫌なので、もうそこはプロに任せることにします。それまでは二足発進で頑張ります。言うてる間に着く。あと8分ぐらい。エイバラ左、信号左。よいしょ。いい。ちょっと田舎っぽい道に入ってきました。なんか紅葉っぽいよ。色づいてますね。全く前見えないな。こういう時のね、右直事故気をつけますよ。はい、オッケーオッケー。トラックの死角になっちゃってましたからね、今。なんで急に明太子ってなったのかっていうと、いつだろう、大阪来てからだから、5年前ぐらいか、もっと前か、8年前か。私もつ鍋にドハマりしたんですね。でもつ鍋、博多のもつ鍋食べるときって絶対明太子がセットでついてくるんですよ。でよくランチでもつ鍋食べに行ってて、そこについてくる明太子が美味しいの。いつも明太子ともつ鍋セットで食べてるうちに気がついたら明太子の方が好きになってたっていう。もつ鍋も大好きなんですけど、もうもつ鍋ともう明太子がセットで来られたらもうそれはもうハッピーなんですけど、待って、明太子うまくねってなったんですよ。人の好みってのは変わるもんですよ。昔好きだったものがね、別に好きじゃなくなったりとか、逆に嫌いなものが食べれるように突然なったりしますからね。もう着くよ。待って、こんな何にもないとこに急に現れんの？明太パーク。書いてあるわ。明太パークゆっくりもうすぐ。右折っぽいな。入り口。着きました。いきなり着きました。入り口。本当に何もないところに突然現れました。やっぱりドライブとかで来るところなんでしょうね。ツーリングにはもってこいじゃないでしょうか。これか。これ？よいしょ。バス、バイク直進。いるんじゃない車。金福明太パークです。バイク駐車場があるのかしら。バス専用？待って、バイクはあれか、ありました。バイク置き場ちゃんとありました。ツーリングできてる人はいないですね。こっちや。バイク駐輪場どうしようかな。よし、着きました。突然着きました。博多明太パーク。博多じゃない。金福明太パークというわけで、ちょうど今12時なので、では明太ランチ行きたいと思います。レッツゴー。はい、明太パーク行ってきました。うまかった。明太丼みたいなやつ。いやー、明太子大好きマンにとっては天国でございました。明太フランス食べたかったんだけど、
フランスパン1本しか売ってなくて、さすがに無理だった。ハーフは売り切れちゃってましたね。というわけで、ちょっと、神戸サンダープレミアムアウトレットに向かっていきたいと思うのですが、ちょっとこの手袋、検証したいと思います。なんかこう、クラッチ握りながらウインカーはちょっと無理かもしれないんですけど、ちゃんとこう、手首返して、ウインカー、クラッチ、別々で操作すればいけそうな感じがするので、ちょっとさすがに寒すぎるんで、試してみたいと思います。寒さが全然違うのよね。やっぱり風は完全にブロックしてる感じはするので、さっき来た道を若干戻り、どっかで右折するはず。あ、いいんじゃない？やっぱクラッチ握りながらは絶対に操作無理だけど、ちゃんと分けて考えるなら OK。 これなら大丈夫かも。クラッチ握ったりする操作はすごいやりやすい。ちょっと慣れが必要かもしれないですね。よかった、やっぱつけてすぐにダメだって見捨てないで。でも手に風を感じないだけで全然寒さの感じ方違うかもしれない。先に方向指示器は出しておく。これなら頑張れるかもしれない。冬なんかバイクのその振動もちょっと軽減されてる気がする。分厚いからか知らないけど、なんか手のひらにねパッドみたいなのがついてて、なんとなくこう衝撃を吸収してくれてる感じがします。やっぱね、冬はね、もう冷え性とか関係なしに指先をいかに冷やさないかが大事になってくると思います。でっかいイオンもあるんだ。全部の買い物ここで済みそうですね。本当は来週からブラックフライデーセールが始まるんで、そのタイミングで合わせてきたかったですけど、まあとりあえず今日何するってとこから始まって、とりあえず3台行こうかっていう勢いで来てしまったので、まあ買い物するかは分かんないけど、いい安いものがあれば買おうかな。これいや遠すぎでしょ。もっとあったって。どこだっけ、バイク用のとこ。どこだっけ。なんかここっぽい。ここ入れるっぽい。入れた。んでどこだっけあった。ここだー。よいしょ。神戸サンダープレミアムアウトレットです。結構良かったかも、手袋。なんか慣れたらいい相棒になりそうです。ちょっとね、走行指示器の出し方とか工夫しないといけないけど、寒っ。取った瞬間の冷たさやばい。よかった。なんか使えそうです。よし。じゃあちょっとブラブラ買い物してきます。じゃあ。はい。というわけで、神戸サンダープレミアムアウトレットをダラダラと歩いてきました。ついでに、隣のイオンにも直接連絡できる通路があったので、そこでちょっとブラブラしてきました。ただいま3時過ぎですね。まあぼちぼち帰ろうかなと思ってます。ただね、ちょっとね、一個ね、ちょっとね、どうしても紹介したいものがあって、フランなんですけど、これ見て、充電式の回路だってさ、
なんか店舗にね、これ見本として置いてあって、なんかまあチャージしてスイッチ入れたら速攻で暖かくなるっていう代物なんですけど、私はこいつに触れた瞬間に、あ、助かったと思いました。もうここに到着した時点で指先がキンキンで、もう感覚がなかったんですけど、こいつに店頭の中で5分ぐらいずっとにぎにぎさせていただいて、指先に体温が戻りましたので、購入させていただきました。これすごい良かった。すっごい暖かかったし、1時間寒い中走った指先を5分で温めてくれる代物です。3300円でした。これから冬走るライダーさんにはめちゃくちゃおすすめ。案件でも何でもないんですけど、とにかくこいつに命を救われたので紹介させてもらいます。というわけで、あと今日の一番の目標だったこのイナレムギアの手袋を試すっていうコンセプトだったんですけど、マジでいける。これは当たりです。買ってよかった。これなら私冬越せそうです。よかった。最初は半クラの状態でウィンカー操作できなくてどうしようかなと思ったんですけど、まあできなくても半クラの時にウィンカーを出さなきゃいいというまあ対策もできます。で、まあちょっとまだね新品だからちょっと硬いけど、使い込んでいけばだいぶ体に馴染んでくると思うのでいけると思います。やっと出会いましたよかったワークマンさんに招待していただいて本当に助かりました。おかげさまで今年の冬は越せそうです。はい、というわけで、まあもうこっから帰り道撮影しても大したこと喋れないし面白くもないと思うんで、ここで切りますとりあえずこの手袋がいけたよっていうことが言いたかった。はい、あと明太パークの明太子はめちゃくちゃ美味しかった。はい、では今日もまあ日が暮れる前に安全にお家に帰りたいと思います。ではさよなら、バイバーイ。